こんばんは。どうも、天才です。天才で、かつ真摯なクリエイター、ライドレックスです。今回は、個人制作中の 3D アクションゲーム、セクシーロイド、リザードハンターについての制作進捗動画、その第10弾である。天才で真摯な俺は、この10日間くらい、壁にぶつかっていた。諸君はその天才が悩んだ壁の内容を聞きたいであろうから、語ろうではあるまいか。プレイヤーキャラクターであるこのピンクヘアのアンドロイド、雫に機能を追加で実装したところ、原因不明の不具合が発生したのだ。攻撃ボタンを押した後に、移動キーボタンを押すと、歩行アニメーションが動かなくなり、足が固定されたままスライド移動してしまったのだ。それを解決しようとして歩行モーションを優先すると、歩行は復活するのに、今度は攻撃ボタンを押しても攻撃アニメーションが動かなくなったのだ。それを修正するために様々な YouTube 動画を見たのだが、先人たちの設定通りにノードを組んでも治らないし、AI に聞いても嘘ばかり答えてくるせいで、一向に治らなかったのだ。それで10日間を費やした。結局、攻撃開始に関する命令文と、攻撃終了に関する命令文の組み合わせを手当たり次第一通り試して、正解を導き出した。その正解はネットで検索しても見つからなかった正解である。やっとうまく動くようになった瞬間、肩と頭に重くのしかかっていた鉄アレイのような重さが一気に取り除かれて、思わず「勝った!」「俺の勝ちだー!」と深夜に大声で叫んで一旦仮眠した。ゴールデンウィークはそれだけで終了である。個人開発のゲームをネットで検索すると、歩き回ってアイテムを集めるだけのゲームが多いのだが、理由はこれではないかと思った。戦闘システムを追加するアクションゲームは、処理が複雑でエラーが多数出るからだろうな。それで完成させられないのであろう。戦闘システムを作るのが困難だから、他人が配布しているアセットの戦闘システムを実装するせいで、エラーが発生してしまい、そのエラーを修正できずに積むのであろうな。他人が作ったプログラムや AI が生成したプログラムは信用できないし、どの位置にコードを書いてあるかわからないから修正が困難なのであろうな。やはりプログラムは自分で書くべきだと言えよう。他人が書いたプログラムを修正するのはベテランのプロでも難しいと言われている。俺が制作中のこのゲームはプログラムにアセットを使用していないから壊れる心配が少ない。俺自身が本や YouTube で調べて手動でブループリント入力している。コードの意味がわからなくならないように、機能ごとに注釈を書き込んでどんな動きを担当しているプログラムなのかわかるようにしてある。そうしないとぐちゃぐちゃになってわからなくなるからである。このブループリントという方式は、プログラムを書く場所があちこちに分散されていて、通常の C 言語のように1箇所に書くわけではない。それを知らなかった俺は、ブループリントの方が制作が楽だと思っていたのだが、実際に作業してみると、これはこれで新しい編集ソフトを一から覚えるようなめんどくささがある。戦闘システムなんかどのゲームも似たり寄ったりなんだから、歩行プログラム同様に最初から実装しておいてほしかった。あまりにも作業が進まないから、他のプログラムを並行して実装することにした。今回はそれを紹介しよう。まず、環境 BGM と効果音をつけた。これらの音はアンリアルエンジンに最初から搭載されている素材音源である。本番では自作の BGM と差し替える。開発中のプログラムが起動できているか実際に音が出るか確認するために入れたものだ。ダンジョン内部の BGM としてはマッチしているであろう。次に主人公のアンドロイドの見た目に変化を与えた。気づいた人はいるだろうか。そう、瞬きと呼吸をするようになったのである。この動きはランダムだから不自然さがないであろう。アンドロイドが呼吸するのかはさておき、目や口が動くと生きているように感じるため、臨場感や共感を生みやすいのだ。俺が将来実際に製造する予定の人工知能搭載美少女型ロボットも目や口は動くようにするつもりである。もう一つ重要な実装を行った。これである。諸君が求めていた正解はこれであろう。胸が揺れるようになったのである。これは紳士向けゲームには必須のモーションと言えよう。
アクションゲームでユーザーが一番重視するアクションはこの胸のアクションだったりするから、動いた方が良いに決まっているのである。 3D アクションゲームの世界ではバトルシーンで遊ばずに胸を揺らす動きだけをひたすら繰り返して撮影して SNS に投稿する紳士たちが世界中に存在するのである。彼らにとって 3D アクションゲームとは胸を動かして遊ぶゲームなのである。さて次はトカゲ型人工生物レオパロイドを見てみよう。前回までと異なりランダムに動くだけでなく、右手で攻撃するモーションと攻撃前に威嚇するモーションを追加した。トカゲたちがガオーオー俺は強いんだぜーという感じでプレイヤーを威嚇している間に攻撃して倒したらよい。このトカゲたちはもう一つ武器を持っている。それは尻尾である。尻尾の先端がアンドロイドに触れると体力を奪われるから注意してほしい。尻尾の当たり判定は常時起動している。腕による攻撃は攻撃の瞬間しかダメージを受けないが、尻尾は触るだけでもダメージを受ける。一匹のトカゲに集中していると背後から攻撃を受けてしまったり、ランダムに歩き回るトカゲの尻尾に接触してしまったりするから、部屋を移動するだけでも体力を失うゲームである。トカゲとの戦闘は避けて体力を温存しながら最深部のボスキャラを目指すのが攻略の一つの方法である。次回の動画では空中を飛行しながらアンドロイドに自爆攻撃を仕掛けてくるドローンと、それを撃ち落とすためのブーメランソードの飛行モーションを投稿する予定である。そこまで出来上がったらバトルシステムは完成したも同然と言えよう。あとは敵のキャラクターを差し替えたり敵の体力数値を変えたりしながらマップ上に配置していくだけである。 BGM の制作や UI の制作にはさほど時間はかからない。時間がかかるのはモンスターのキャラクターモデリングとかそれらを使用したイベントアニメーション動画の制作である。だがモデリングもイベントアニメーションも作る内容は決まっているし、プログラミングほどエラーが多発することはないので心配はいらないのである。今作っているバトルシステムがゲームの基幹であり、ここさえ面白く作れていれば完成しないということはありえないのである。今の状態で十分面白いからこのゲームは成功すると言えよう。アンドロイドの胸が揺れるだけで成功である。このモデルが戦いに負けるとトカゲたちの前で服を脱いでダンスさせられたりするのだから面白いに決まっているのである。逆にこのアンドロイドがセクシーダンスするなら買わないなどという人がいるであろうか。そういう人には全年齢向けのバージョンを後日発売する予定だからそちらを購入していただきたい。全年齢向けでは服を脱がないアニメ動画に差し替えている。今回の動画は以上である。また次回の動画でお会いしましょう。